陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。一気に候補を絞られたな。この真綿で首を絞められるような心地はさぞ怖かろう。落ち着け。俺、こっちも7を使ってるのは分かっている。十分巻き返せる。まだ勝負がついたわけじゃない。こちらの攻撃512。051と少しずつではあるが前進しているようじゃないか。では次は私の攻撃。お前と同じ策を講じてみよう。167でどうかな。052等だ。なるほどな。いよいよもって後がなくなってきたな。何が何やら分かっていない七坂に今節丁寧に解説してやるとだな。そういうさりげないディスりはいらないから。でも教えて。悪霊は初回に567をコールし052等だった。続いて167をコールして052等。1と5を入れ替えたのに等の数が変わらない。1の使用は確定していたから、つまり5が使われていることがバレたってことね。それに567のうち5が確定なら最後の候補は6か7。幸いどの数字も1まではバレていないが。まずい。こっちは確定が7ってことぐらいしか候補絞れていないのに。その顔よ。その表情を拝める時こそ最高の優越なのだ。久方ぶりの現世でこれほど楽しい遊戯に興じることができるとはな。礼を言うぞ、コアッパ。闇にしか聞こえないな。綾瀬さんを乗っ取って越に浸っているだけのくせに。否定はせん。だが勝負の醍醐味は勝敗の駆け引きと勝利によってもたらされる優越。死してなお優越を味わうことができるこの奇跡に感謝するのは当然。さあ奇跡の続きといこうか。コアッパ、お前の攻撃だぞ。どう攻める。256だ。これでどこまで絞れる。おほ、150と良い攻撃だったのではないか。よし、今ので2と4の使用は確定した。しかも2が100の位に来ることも分かった。ってことは候補は247か274の2択ってことだよね。勝てるよこれ。勝てる。そう思ったな。ならばその希望へし折ってやろう。751 152等。今のでもしかして浅村くんの使ってる数字全部特定されたよね。ああ、1と5が100の位ではないことも1巡目と3巡目の結果が物語っているから。こっちの持ち札が715だって完全に把握された。先行だったことが幸いしたの。九死に一生を得たが次の私の攻撃で確実に敗北。一方のお前は二者択一。生死をかけた大一番。いやはや楽しいひとときであった。どうだ、私を楽しませてくれた礼にお前の命だけは助けてやらんこともないぞ。なんだって。負けを認めるのだ。今すぐに。さすればお前の命だけは助けよう。そしてまたこうして遊戯に興じようではないか。お前にとっても悪い話ではなかろう。お前とならばいつまでも飽きることはないだろう。だから素直に負けよう。死んでもごめんだ。そんなの綾瀬さんを見捨てて降参しろってことだよな。本気で言っているのか。お前の命は助かるのだぞ。綾瀬さんが助からない結末に意味なんかない。生死をかけた二者択一、上等だよ。綾瀬さんを見捨てるぐらいなら俺は喜んでこの選択に命をかける。そして勝って綾瀬さんだって助けてみせる。最後まで威勢の良いコアッパであったな。ますます気に入ったぞ。ならば選べ。お前の運命が決まる二者択一。274か247か、どちらを取る。ああ、選んでやる。俺の選択は
247だ。ほう、一つ聞こう。なぜその卓を選んだ？正直なところ、理屈で選んだってわけじゃない。ただ、ずっと一つだけ引っかかっていたんだ。あんたが意外と几帳面だったってことがさ。しばらく使わぬうちにこの札、よれたり欠けたりしておるな。あんたは、普段は気にしないと言っていたよな。なら、意識の外で、何かがあんたを几帳面にさせたのかもしれない。その何かの存在にかけて、綺麗に順番が並んでいる247を選んだ。それだけだ。そのようなことを根拠に自分の命を？いやはや、本当に愉快な子アッパだな。本当にその選択で。いや、目を見れば、意志が固いのは明らか。ならば、私も結果を答えよう。ふふ、負けたよ。見事にお前の勝ちだ。本当か？ああ、見ての通り、247が正解だ。お前の言う通り、私以外の何かが介在し、持ち札を選ぶ際、数字の並びを操作しよったのだ。よかったって安心してる場合じゃない。勝負はついたんだ。約束通り綾瀬さんを解放しろ。分かっておる。だが一つ詫びを入れさせてくれ。魂を食らうとかいうやつだが、あれはお前を焚きつけるための冗談だったのだ。だから許せ。じゃあ俺の命がかかってるってのも冗談？すまんな。だがおかげで存分に楽しい遊戯の時間を味わえた。これでやっと成仏できる。さらばだ少年。楽しいひとときを与えてくれてありがとう。なんて旗迷惑な悪霊なんだ。いや、だから悪霊なのか。綾瀬さん、大丈夫？具合悪いところとかない？うん、大丈夫だけど。どうしたの？何かあった？そっか、覚えてないのか。さっきの悪霊が見せた几帳面さの根拠。うわ、綾瀬さんマジでプリンに名前書いてる。もしかしてこの朝食綾瀬さんが用意してくれたの？うん、一応お母さんたちバタバタしてたから。それ結構古い機種だよね。すごく物持ちいいんだね。綾瀬さんが意外と几帳面だって知ってたし、まだかすかに意識が残ってたからかなって思ってたけど、そうじゃなかったのか。はあ、本当にただの偶然だったんだな。危なかった。なんでもない。とにかく無事でよかった。おかえり、綾瀬さん。チャンネル登録、Twitter のフォローをよろしくね。小説版義妹生活発売中です。おまけなんて覚えてないふりをしたけど、本当は全部覚えてるんだよね。浅村くんが私の性格と数字の並びの特徴に気づくかは賭けだったけど、ちょっと驚いた。とにかくあの悪霊が無害だったとはいえ、守ろうとしてくれたのは事実だし、浅村くんありがとね。ちょっとかっこよかったよ。